皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之を送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしはい、おます。願い玉木しまです。す。今年の1月も終わりまして、はい、初場所が終わりました。はい、15日間全部満員御礼というのは、この前うの九州ん、場所もそうでしたし、相撲人気結構高いんですよね。おまけそうに青ですね。錦の活躍もありま2すし、連覇。2はい、連覇ですね。これいろいろ、なんて言いますか、若い人も結構お客さんの中に多くって、うん、なんかこういうブームっていうのになったのがすごいなと思う一方で、横はい。綱が意外とうなかんなか伸びてくれないという時代が落ち着かないなんていうことを思っております。で、それで大相撲の話をはい。思いっきり、3回にわたってやりたいと思いまして、はい。いつものコメンテーターの方に来てもらいました。はい。相撲ジャーナリストの新井太郎さんと、それから日刊スポーツの佐々木一郎さんです。どうぞよろしくお願いします。あ、はい。よろしくお願いしお願いしま佐ます。々木さんよす。ろしく。お願いします。新井さんは、はい。前のね、2年前ぐらいかな、2年半もっとかな、YouTube に出ていただいたときに、はい。今に大相撲の黄金時代が来るということを言っておられまして、ええ大体未来予測っていうのは当たらないものなんですけども、うんバッチリ当たりましたですね。うん。そうですね。まあ、ね、やっぱり、まあ、大相撲っていうコンテンツが、ああ、もう、世界に類を見ない強力コンテンツだと思うんですよね。まあ、どのエンターテインメンおー、トと比較しても、引けを取らないと思ってるんで、なるほですかど。ら、まあ、大相撲に似た、まあ、格闘技イベントとかありますけども、はいはいはいやっぱりはい。大相撲っていうのは、まあ、スポーツ、神事、興はい、行のこはい、の三位一体はい。の絶妙なバランスで成り立っていると思うんでね。まあ、こういったそうですね。コンテンツって他は世界中どこ探してもないと思うんで、ないですね。うん、やっぱ外国の人から取ったら、ものすごいミステリアスな部分ってかなあり大きいと思うんー、ですよね。それはあれですね、ロンドン場所の大成功にもつながるというような形ですよね。はい、つながっうん、てると思いますね。去年ロンドンで大人気になりましたうん。ね。入場料ええ聞いたら結構高いよ、入場券。ロンドンの方買って満員で、なんかすごいなと思いましたけれども。そうですね。うまん、あ、コンテンツ自体の力が強力なんで、まあ、なるほど。よっぽどの不祥事がない限り、はい。この状態はもう続くと思いなるますけほど。どね。不祥事ありました別にからね、楽観視してるわけじゃないんですけども、なるほど。はい。うん、はい、佐々木さん、久しぶりです。ありうん。がとうございます。今日ありがとうごも出てざいます。いただいて。どうですか今の新井さんの話聞いて、で、大相撲の今の流星は。はい。おっしゃる通りだと思いますけど、私はその予測まではちょっとできなかったあ、ですね。そうですか。でも、ただ、新井さんが言われた時にね、2年半ぐらい前だったと思うんですけど、王鵬も上の方にやってくるしとかね、こう下の方に結構な人がいろいろいるから、これは本当に黄金時代になりますよと言われてたのが、バッチリそうだなったなっていう感じがするんですよね。そうですね。やっぱり、取り組み自体が結構面白いですし、面白いですね。優勝争いもここ数場所本当に面白いので、うん。面白いですもちろんね。外国人客引きつける要素はたくさんあると思うんですけれども、はい。純粋にスポーツファンが見てもとても面白い状況にあるとはい。思いますね。なるほどね。そうですね。さあ、そんなところで、青錦が2連覇というのがありましたけれども、新井はい。さんの予測の、大相撲の流星が黄金時代がやってくるは当たったんだけれども、ええ。青錦がやってくるは言われなかったですね。まあ、むしろ苦戦するというふうに
うん。この番組でも言ったと思うんですけど、いや、はい。まあ、それをなんか、青錦が見てたらしくてですね。ああ、本当に。まあ、僕と一郎記者が巡業の時、青錦に取材した時に、え結構厳しくなるって言ってましたよねって言われて、平身低頭謝っておきましたけども、そう、佐々木さん、まあ、そうそこはちょっとだったんです。外れました。正ああ、直予そう想が。ですえね。佐々木さん、青錦、そんなこと言われたんですか？そうなんですよ。太郎さんと一緒に、はい。巡業の支度部屋で話聞いた時なんですけれどはい。も、まさかそんなことを本人から言われると思わなかったんで、すごくびっよく見てくりしてたんでるんだ。すよ。と同時に、やっぱりはい。彼は本当に情報収集能力もすごくああ、高いですし、なるほど。昔の映像もよく見てますし、やっはい、ぱりいろはい。んなところにアンテナ張ってるので、うん。こちらの YouTube チャンネルもしっかり見れるということが判明したあことにより、太郎さんと今後、まあ、うかつなこと言ったつもりは全くないんですけれどうも、ん。より気を引き締めて発言には注意しないといけないなっていうのを改めて思った次第ですね。いや、それはいいことですね。私は非常にこの YouTube をやっていて嬉しいことですね。そのことは。ただ、あれですね、それは面白いなと思うのは、確か、新井さんと佐々木さんが意見を一致されて、青錦関は、オーソドックスな大野里とのような攻めに一番弱いということも言われてましたし、それを聞いて、大野里との一戦に、立ち会いちょっと変えて失敗したってのは、この YouTube を見たからってのはあるんじゃないですかね。どうですか、佐々木さん、どうですか？あのまあ、青錦関強いことは間違いないんですけれども、はい。やっぱり大野里戦に勝ててないっていうのは、まあ、引き続き変わってないわけですよね。そうですただ、ね。その初場所は本当に立ち合いちょっとまあ、おそらくは大野里の右差しを封じるためにちょっと左に動い左に、たところをはい。カウンター気味にもろ手食らっちゃったっていうところなはい。ので、まあちょっと除外して考えてもいい一番なのかなと思いますけれどうも、ん。まあいろいろ考えてるんだなってことはもう間違いないですし、次なるほど。まあ横綱挑戦になる場所なので、またやっぱ大野里戦どうやっていくのかなっていうのは一つ楽しみなところではありますね。なるほどね。ただ、どうなんですか、新井さん。はい。青錦関、確かに強いってなった、事実なんですけども、青ええ。錦関は、大野里に弱くって、大野里は豊昇龍になかなか勝てなくって、豊昇龍ええ。は、青錦に勝てないと。なんか、はい。じゃんけんぽんのグーチョキパーみたいに、これは、勝つのが全然、こう、なんていうか、順繰りになってるんですけど、これはどういうふうに見たらいいんですかね。まあ、豊昇龍からしてみたら、なんかはい。もう、青錦と土俵上に対峙してると、まあ明らかにこう、苦手意識というか、うん。なんかそういうのも感じるんです。まあ本人どう思ってるかわかんないですけはい、ども、はい。完全に青錦の方がこう飲んでかかってるようなう風にん。見えるんですよね。ああ、なるほどうね。ん。ですから、まあちょっとなんか、そこでこう、相手の低さをこう、うん。過剰に警戒してしまってまともに引いたりとか、うん。なんかどっか消極的な攻めを感じるんですよね。まあ、なる小野ほどね。里は、まあ、この前は、まあ多分、まあ、熱海富士が勝った時点でもう自分の優勝ないなと思ってた。もうその時点でもうね、優はい。勝の可能性が、数字上でもゼロになったんで、はい。まあその辺のモチベーションの差かなとは思うんですけなるども、ほどね。それで結え局、豊昇龍も小野里も10勝5敗に終わったと。まあはい。まあ、横綱として2桁は残したということで、まあまあ、良かっえたという感じですかね。まあそうですね。まあ一応こう、横綱としての最低限の責任は果たしたかなというなるほど。ふうに思います。なるほどね。佐々木さんどうですか？青錦ってやっぱり来場所は横綱ですよね。優勝に準じる成績だったら。これ、可能性はかなり高いと見ておられますか？はい、高いと思います。あやっぱ初あ、場所優勝してますから、はい。次は絶対優勝じゃなくても、やっぱり準ずる成績でも十分、推挙される可能性高いと思うんですよね。なるほどここね。数場所、青錦のやっぱり戦いぶりを見ているとですね、はい。
準ずる成績ってそんな難しくないんじゃないかなと思います。あれ、幕内に入ってからずっと最低11勝ですよね。だって11勝がずっと来て、それは12はい。勝ですよね。はい。それは、はっきり言って準ずる成績ですよね。優勝に準ずる。そうですね。まあ優勝ラインが本当に、例えば全勝の人が出てきちゃったりして、はい。12勝で準ずる成績かっていうと、準優勝だったとしても、またそれはいろいろ検討の余地出てくるかもしなるほど。れないですけれどはい。も、まあそこら辺どうなるかですよね。あうとはやっぱり、ん。まあ、できることならやっぱり、大野里に勝つか、やっぱうん。りもうちょっといい勝負して、こう、最後昇進決めてほしいなっていうのがなんとなくの願いではありますね。なるほど。なるほど。新井さんはどうですか？優勝、横綱にはい。次の場所で行く確率何パーセントぐらいだと思われますか？いや、もう、70%ぐらいはあるんおっとっじゃないですとっと。かね。うん。おー、9大え点かなり、かなり高いですね。え、えうえ。ん。まあ、やっぱり、上位にいて、すでに連覇してるわけですから、これもはいはい横綱にはい。昇進してもいい基準ですからね。そうですね。まあ、関だから脇横綱。横綱の力は十分あるということですから、はい。はい、もう可能性としてはかなり高いと思います。なるほどね。ええ。まあ、その中で、まあ、3人の横綱が生まれるというようなことにもなるんでしょうけれども、どうですか、初場所で他に目立ったというか、注目された力士っていうのは、新井さん、いたではい。しょうか？はい。まあ、霧島が元気ですよね。あそうですのね。大関霧島、陥落以降、2はい。場所連続で2桁を上げたのが今回初めてなんで、ああ、そうか。なるまあ、相ほど。当、まあ、首の怪我でね、苦しんだ時期もあっはい。たんですけども、はい。まあ、体調もだいぶいい時の頃に戻ってきもう、たんだとうん、思うんでね。なんか、霧島に敢闘賞って聞いて、私なんかこれそれは霧島に失礼だろうと思いましたけどね。敢闘なんてする人じゃなくって、それこそええ。優勝を争う力士じゃないかと思ってましたからね。まあ、完全にそうですね。戻りましたね。今度でも次もいい成績なら大関に復帰するっていうのは、まあ、そういう可能性もあると思いますね。まあ、はい、優勝はい。を争う活躍でしたら、まあ、なるほど。おのずとそういうムードも出てくると思うんでね。はい。他にはどうですはい。か？他の力士で注目されたのは。いや、吉野富士が、はい。僕正直もうちょっと勝つと思ってたんですけども、8勝7敗で、ね、千も秋楽で勝ち越しを決めたってギリギリのとこだったんですけども、そうですね。これ負け越してたら主勲章ももらえないですよね。なかったとこでないですよ。すよね。横綱二え人を横綱二人を破って、負け越しえええ、ってこれはあんまりない成績ですよね。そうですね。まあ、いずれね、まあ、上位にはい。上がってくる力士だとは思うんですけども、はい。はい。まあ、もうちょっと2桁ぐらいはいくかなと思ってましたね。ちょっと来場ああ、所三役も厳しそうですね、これ、状況的にね。そうですうか。ん。あまだ小結にも上がれないで、という感じ。まあ、筆頭に据え置きかなと思いますけども。勝ち越はい。し、一つ勝ち越しで一枚上がるのが当たり前というわけでもないんですけどね。そしたら。まあ、やっぱ周りとの兼ね合いもありますからはい、ね。はい。ええ、まあ、うん、関脇で高安も勝ち越してますし、はい、はい。まあ、熱海富士が、やっぱりね、ああ、いい12績で勝3敗、したね。4枚目の12勝ですから、これはやっぱはい。強いですよね。と、なるほど。あと若隆景が2枚目で9勝と。はい、はい。はい。まあ、まあ、でも吉野富士はいずれ出てくる力士でまあ、いしょうから。ずれは出てくるとは思うんですけども。なるほはい。どね。どうですか？佐々木さんは注目された力士は初場所でどんな感じですか？そうですね。太郎さんもおっしゃった通り、やっぱりえ熱海富士は実際最後優勝決定戦まで行った通り、はい。いよいよ覚醒してきた可能性があるなといううん。ところあだとの一戦思います。面白かったですね。そうで青すね。錦のあの低い姿勢をなんだますか、起こしましたよね、完全に。で、起こしてそうですね。すごいと思ったら首だけ打たれたっていう、青錦もすごいけど、熱海富士もなかなかすごかったなと思うんですけど、どうですか、それは。そうですね。あの一番に限っては本当に土俵際もうちょっと謝らなければ、もうちょっと腰を落うん。として、
寄っていけうん。ば、十分勝てたと思いますなし、るほど。優勝の可能性十分あったと思います。うん。内容面では勝ってたんじゃないかなと思いますね。うん。場所全体通じても、やっぱり195キロの巨体を生かした前あに出る圧力っていうのを強くこう意識しながら、相手が一番嫌がることをやってたんじゃないかなというふうに思いました。100、えー195ですか、熱海富士。そうですね。今、幕なかなか内が一番ですね。重たいですよね。うあれで立ん。ち合いからぐんぐん前に出てくると、やっぱり相手がはい。一番それやりにくいんじうん。ゃないかなと思いますし、ただまあ、部屋の師匠とか、部屋付きの親方とかの話を聞くと、技はい。術面ではまだまだだと、完成ではなあいっていうことはあ。結構指摘されてますね。なるほどね。なんかタレントとしても相当に面白いキャラを持ってる力士みたいですけれどもね。なかなか、でも、新しく、こう、なんか目覚めたようなところが感じられた来場所はちょっと、期待したいですね、それはね。はい。他にどうですか？こうお二人の中から名前が出てこないとちょっとイラッと私はしてるんですが、京都出身としては私も、ああ。まあ、藤野川ですね。藤野が、えいいですね、彼の相撲はね、見ていて、い本当にやー、いいですね。はい。負けてもなんかもうよくやったとしか言いようがないような、もう真正面からぶつかっていくとえいう。彼、10勝5敗でしょ？なんで関東賞か、それこそ技能賞でもいいんじゃないかと思うぐらいだったんですけど、意外と冷たいですね、相撲協会は。そうですね。まあ、どちょっと途中、わかんないですけどね、3連はい、敗したのが、はい、もうちょっとこう中盤まで、うん。勝ち込んで白星大きく先行してたらまた印象も違ってた印象が違った。かもしれないですけどね。なるほどね。え佐々木さんはどうですか？ね。やっぱり相撲っぷりが素晴らしいですから、本当にええ、見てるファンとか、実際に見に来たお客さんって、やっぱ藤戸川の相撲を見ると感動しますよね。そうそ心を打つと言いますか、う。やっぱ小さい体で必死になって何とうん、してでも勝ちに行くっていう、うん、あの姿勢は本当にすごいなと思いますうん。し、ただ一方で本当に怪我しないかなってヒヤヒヤしながら見てしまいますね。なるほどね。そうですね。それは心配ですね。まあ、そんなところで、これからまた、大阪場所始まりますけれども、新井さん、大阪場はい。所の見どころっていうのは、もちろん青錦の横綱昇進、それからはい。霧島の大関復帰もあるでしょうけど、ええ、それ以外ではどのあたりに注目されてますか？朝乃山ですね。おっと、大体、ええ、そうだ、忘れてはいけない。まあ今場所ももうちょっと優勝争いに絡むかなと期そうそうそう、最後待してみてたんですけね、ど、最後負けちゃっあたですの、ね。そうですね。ちょっと3連敗っていうのがね、痛かっうたのん。と、まあ、あとやっぱり前半の2つの負けが、まあ、土俵際まで攻め込んでの逆転負けなんであね、あ、はいはい非はい。常にもったいない、まあ、前に出て内容的にはいい相撲だっうたんですけどん、うも、ん、やっぱりこういうところを確実に拾っていかないと、うん。こっから先はね、厳しいと思うんですよね。なるほどね。えもうちょっと前半で勝てる相撲を、きっうん。ちり拾っておけば、まあ、今回優勝ラインが12勝の優勝決定戦だったんでね、はい、はい。朝乃山にも十分チャンスあったと思うんであったですよね。すね。そうですね。そうですで、ね。勝ち込んでいったら、おそらく熱海富士とか青錦との直接対決もあったと思うんで、はい、はい。まあ、ちょっともったいない気もするんですけども、ただまあ、次の大阪場所も、まあ、平幕の、まあ、おそらく2桁の地位でしょうから、うん。まだまだこうね、大勝ちのチャンスがあると思うんで、はい。そこで期待したいなと思いますああ、なるほどね。佐々木さんはどうですか？朝の山については。やっぱ最後の3連敗、しかもまあ、はい。高安戦とか若元春戦とかが、やっぱ内うん。容があんま良くないというか、うん。やっぱ右四つこだわりすぎて、ああ。なんか本当に力で、実力で負けちゃったなっていうところがちょっと気になるところでうはありましたけれん。ども、なるほどね。でも、太郎さんおっしゃった通り、その番付で言うとまだまだ、次の場所も優勝のチャンスは十分あると思うん。いますね。
3連敗の前だったと思いますが、NHK で中継を私見ていました。解説が誰だったかは忘れたんですが、もう大関の時代の力、大関になろうとしていた時代の力が戻りましたね、という言葉が出たぐらい、安定した勝ち方した時ありましたよね。これ、すごいなと思ってたら、なぜか最後バタバタバタって負けちゃったんですけれども、これはどうなんですかね。やっぱりまだ復帰きちんとしていないっていうふうに見ないと仕方ないんですかね。佐々木さんどうですか？やっぱり大関上がった時の方がまだ強かったと思います。ただ、やっぱり年あ齢的にはまず31歳ですから、はいはい。ここで下り坂になってるとは決して思わないですようんうんうね。んだからまた番付なりに、十分力戻す可能性はあると思ってます。うん。なるほど。31歳というこう年齢を聞くともう、なんかすごい人がその上に一人いますから、ものすごく若く感じますね。ねえ、新井さん。まあ、ちょっと我々の常識もおかしくなってなってきてるんですけども、ちょっと玉鷲あの、関、初場所ではちょっと成績は悪かったですけれども、でもえー相撲を見ていたらすごいですね、頭からぶつかっていって。そうですね。うん。まだまだこうね、若手を一気に吹っ飛ばしたりする相撲もあるんで、はいはい、ありますまあ、ちね。ょっと、今場所は噛み合わない部分あったと思うんですけどはい。も、まあ、体つき見てても全然衰えてませんうしね。ん。なるほうん、ど。パワーが落ちたとも思えませんし、まだまだやってくれると思います。なるほどね。そういう意ええ味ではなんか全体的にすごく幕内の勝負面白かったなというのが私の印象としてもあったんではい。すけれども、さてその10両以下の話とか、もっと若手の話、それと序の口参りましたね。私優勝決定戦を見て、旭富士、彼は、それこそ佐々木さんと新井さんが、もう一つ前かなに、すごい力士がいると。もう三役クラスの力士が、土俵に上がれなくて困っているという話をされた、モンゴル出身の、なんて言いましたっけ、名前を。落ちる采飯ですね、お本名は。せさい。そうそう、仲裁は。それを言っておられたのが、照ノ富士関が引退したことによって、序の口に出られるようになった。ということでいいんですか？そうなんですね。ですよね、確か。はい、そうしたらそうです。序の口であっという間に優勝で、同部屋対決の優勝決定戦が、そのテレビでも、なんとか千秋楽の後の方で見ることができたと。見た瞬間、私もこれはもう文句なしに強いなと思いましたけうん。ど、佐々木さんどうですか？あれが実力ですか？ドーンと勝っちゃいましたね、もそうですね。やっぱり今場所も序の口でちゃんと相撲を取ったのって多分、一番目の天正う。はい。山戦だけだと思うんですよね。あとは7本当番、に、7連勝したうちの、そそうですね。玉根部屋の序ノ口力士も、天正山っていうんですけど、ものすごくはい。強い力士、学生相撲出身なんですけれども、はい。その一番は結構力入って熱戦になりましたけれども、それなんか出しないかなんかで勝ったんですよね、確最後かね。そうですね。あはい。とは全部寄り切りか、押し出しかなんか、はい。それで。あとはもう全部、なんですかね、力加減しながら相手怪我させないように取った相撲ばっかりなので、あの、まだまだ、なるほど。十分連勝は普通に続いていくと思いますね。ということは、序の口優勝ですけど、次の、序二段でも、また、その次の三段目でも、これは優勝続けて上に来るだろうというふうに思っておられますか？そうですね。十両までは間違いなく、負けない相撲を取ってますんで、あ負あ、けなしでいくんじゃないかと思います。うん。新井さんどうですか？はい。まあ、無敗で関取に上がるんじゃないかなと、よっぽどのことがない限り、お連勝は続きそうな気がしますね。すごいなというようえな、ことで、今日はこのぐらいで、うん。一旦番組を締めさせていただいて、この次に、相撲界全体の、なんとか、勢力図がどうなるかというようなことも喋っていただきたいと思います。ということで、今日は本当に、新井さん、佐々木さん、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございまし次回もよろしくお願いしますね。た。
はい。皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムは、今週のテーマ、大相撲新時代、大相撲とともに日本はどんな時代を迎えるのかのエピソード2、序の口旭富士、破格の強さ、大相撲の未来の形はどうなるです。引き続き、新井さん、佐々木さんとともにお送りします。それでは皆さん、次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。